通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ローカライズ問題の話題になります。このチャンネルでもずっと追ってきているトピックなんですが、昨年末ぐらいからですかね、ある一つの翻訳が非常に物議を醸しているんですね。これに伴い今年に入りまして、様々な燃料というのも投下されておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回はですね、このチャンネルでもずっと追ってきているトピック、ローカライズ問題になります。で、この件につきましてはですね、このチャンネルでも再生リストにね、まさにローカライズ問題というものがあります。何のことだか全然わからないという方はですね、ぜひね、こちらのプレイリストをご覧になってください。時間のある時で構わないんでね、見て損ないと思いますよ。今後もこのチャンネルでずっと追っていくトピックだと思うんでね、ぜひご覧になってください。ざっくりね、このローカライズ問題というのは一体何なのか、ちょっとご説明いたしますと、つまりはこれね、その商品を発売する土地、人、ここに問題なく受け入れてもらえるようにローカライズするということです。つまりはざっくり言いますと翻訳ですね。厳密に言うと翻訳とは違うんですが、発売する土地でね、そのユーザーに対して攻撃的にならないように、その国のユーザーたちにも分かりやすくなるように、これを調整していくというお仕事ですね。で、ここまでであれば、当然ながらね、このご時世、もう全世界に向けてね、その商品というのを発売していく上で、非常に重要な役割を果たすわけですが、現状はですね、ここのローカライズ業界に、いわゆるね、非常に偏った考えを持った活動家が入り込んでいると考えてください。例えば分かりやすく言いますと、ツイッターにね、ツイフェミって言われるような人たちっているでしょう。例えばコンビニに置いてある雑誌の表紙にグラビアが見えようものなら、それを見てね、キーってなっちゃうような人たち。街中にある看板のアニメの女の子を見て、なんだこれはーってなってしまうような人たち。もうまさにこれです。実際これね、大げさに言ってるわけじゃないですよ。本当にいましたからね。日本に来ているとあるね、西洋のローカライザーがコンビニに置いてある雑誌を見てね、キーってなって、それをツイートしてるんですよ。本当に実際こういった人たちが業界に入って、自分たちの好きなように、日本のこんなコンテンツはけしからんと言って好きなように改変している。検閲する。これがローカライズ問題と言われるものです。なのでよくね、この問題を指摘すると、ローカライズと翻訳の違いもわからないのかよ。ローカライズは必要なんだという人いるんですけど、海外にも。そんなのはね、100も承知だということです。そんな違いは当然分かっていて、その上で明らかにその一線を越えた改変をしてしまうというところが問題なわけですね。で、年末からですね、年明けにかけまして、この議論というのが再燃した出来事がありました。それがこちらだったんですね。アニメの女の子たちが文字通り、メリークリスマスと言っている場面なのに、ローカライザーはそれでもハッピーホリデーと書く。正直ローカライザーはどれだけ嫌われても足りない存在だ。ということで、こちらですね、もう皆さんね、ご存知だと思います。ウマ娘のシンデレラグレイという、これ現在放送中と言っていいんですかね。このアニメの一シーンでして、このね、ウマ娘たちがここに集まりまして、見えますか、ここ。クリスマスパーティーを開いてるんですね。そしてここでね、メリークリスマスってやるわけですよ。なんですが、今ね、ちらっと見えていました。ここですね。どのように翻訳されているか見えています。ハッピーホリデイズになっていると。こういうわけなんですね。でもね、皆さんかなり前から日本でもね、耳にしていたんじゃないかなと思います。現在アメリカでは、このメリークリスマスというのはほとんど使われずに、ハッピーホリデーって言うんだよ。こんな話もね、聞いたかもしれません。ただね、現状で言いますと、ここまで気を使うというのは、企業の話ですね。その大企業が広告を打つときに、メリークリスマスではなくて、ハッピーホリデーズという、このくらいな感じなんじゃないかなと思います。ちなみにね、こちら2018年、ハフポストですね。こんな記事を出しておりまして、必然かポリコレか、年末年始、米メリークリスマス騒動と、日ブラックフェイス問題について考えた。ね、こちらブラックフェイス問題、タイムリーな話題になりますが、こちらですね。実際にワシントン DC 近郊に住んでいると使わなくなってきているどころかほとんど使われていないといった方が感覚に合っているほどメリークリスマスは聞かないし見かけません。具体的には私の見た範囲ではキリスト教会で宗教行事として使われている以外は年配の白人の方で賑わうフランス料理店1店を除いて学校やお店はもちろん近所の方の挨拶やパーティー果ては生活困窮者が寄付を求めるカードに至るまであらゆるところでハッピーホリデーでしたと。このような形でですね、こういった方向性で割とね、日本でもリベラルを中心にね、メリークリスマスっていうのはもう誰も使ってませんよというキャンペーンを繰り広げてきたわけですね。ただ実際はね、例えば2024年のこちらの動画を見ていただくとわかりますが、Happy holidays or Merry Christmas? Merry Christmas.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  Happy holidays. Happy holidays. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy holidays. Merry Christmas. Merry Christmas, yeah, definitely. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy holidays. Oh, happy holidays. Happy holidays. Merry Christmas.
というような感じなんですよ。これはね、右派系のチャンネルなんで、もしかしたらね、取材してる土地や編集にバイアスがかかってるかもしれませんね。こちら、ニューヨークに拠点を置きます、世論調査機関ですね。で、ここはですね、政治や社会、文化についての意識調査を定期的に行っておりまして、メインストリームメディアなんかも引用する、バイアスの少ない調査機関だと言われています。そこがね、ニューヨークでこんな調査をしてるんですね。ニューヨーク州民の 89% がクリスマスを祝っており、74% はホリデーシーズンに自宅を飾り付け、50% が人工のクリスマスツリーを飾っている。挨拶では 53% がメリークリスマスと言い、38% がハッピーホリデーと言っている。ということで、これね皆さん、2025年12月の調査ですよ。10年前の調査じゃありません。現状ですね。あれだけお目覚め州と言われているニューヨークですら、メリークリスマスが多数派なんですね。で、ニューヨーク州民のね、89% がクリスマスを祝っているということなので、このね、ハッピーホリデーズと言いましょうという風潮は、残りの 11% に配慮したものと、このように数字を見ましても、日本よりもね、圧倒的にやっぱりアメリカはね、そのクリスマスというワードには気を使っているというのはわかるんじゃないかなと思いますが、その一方、作品の中のキャラクターがメリークリスマスということ自体は何一つ問題がないというのもわかるんじゃないかなと思います。つまりね、ここでは何を言っているかと言いますと、別にね、ハッピーホリデーズを否定しているわけでもないんですよ。ここではね、後ろにクリスマスパーティーと書いていて、そしてこのキャラクターたちはメリークリスマスと言ってるんです。それをわざわざハッピーホリデーズに訳すというのは、あまりにも見ている人たちをバカにしてるし、偏りすぎだろうと。このように言われているというわけですね。なので、これだけを見ますとね、日本人の皆さんから見たら、だから何っていう話なのかもしれませんが、これまでのローカライザーのね、やりたい放題の状況を見ている人たちにとっては、その一端が垣間見えているというように捉えられてしまっているということですね。この人はね、非常に興味深い話をしています。有名なローカライザーの何人かが、サイゲームスのローカライズチームを称賛していたのを覚えている。TLD と言われるとき、それは本当にトータルだということだ。こんな破壊行為をする連中は止めなければならない。ということで、ちょっとね、こちらソースも出てこないと思うんで、キーワードとしては扱いませんが、ここにね、TLD とあります。これね、本当に新しい、限定的なスラングでね、最近よく聞くんですが、トータルローカリゼーションです。もしくは、デストラクションの逆ですね。つまりこれは完全に破綻しているローカライズ。これを指しています。つまり人々がね、これを TLD だと呼んでいるのは、それはもう完全にダメだからなんだよと。こういうことを言ってるわけですね。これね、スラング集にも出てこないような、そういうワードだと思うんで、ちょっとね、頭の隅に入れといてください。バナーにはクリスマスパーティーと書かれているのに、ローカライザーは字幕でホリデーパーティーにしている。画面の内外で登場人物全員が英語ではっきりメリークリスマスと言っているのに、ローカライザーは誰の耳にも聞こえているその言葉を字幕ではハッピーホリデーズにしている。クリスマスがまるで禁句みたいに扱われるのにはもううんざりだ。この方ね、割と用語派なのにこれはダメだと。私は AI 絶対主義者になるつもりはありません。多くの翻訳者が素晴らしい仕事をしていると思っているからです。でも、こういうローカライズには正直うんざりします。一体なぜ本当に不要だと思います。ローカライザーはただ怠けているだけだという人がいるけど、そこは勘違いしないでほしい。実際はその逆で、これはその典型例だ。メリークリスマスをハッピーホリデーズに変えるのは技術的にはむしろ手間が増えているし、客観的に見ても原作への忠実度が下がっている。じゃあなぜわざわざこんなことをするんだ。本当に意味がわからない。日本語は1対1で訳すのが難しいなんて言い訳で、これ以上ローカライザーに善意の解釈を与えるのはやめてください。こいつらは嫌っている作品を荒らして、自分たちの政治的主張をねじ込むことに快感を覚えているんです。ただ、文化的規制中に過ぎない。それ相応の扱いを受けるべきだ。ということです。すごいでしょこのローカライザーの嫌われっぷり。どれだけひどいことをやってきたかってことですよね。もうとにかくこのローカライザーというのは、その中でも特にね、日本のアニメというのが大嫌いで、もうとにかくこの原作というのを見下して軽蔑する人がいるんですよね。だから知らない人はね、こういうのを見ると、こんなことでここまで言うのってさすがにおかしいんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな反応されるくらいの前科があるということです。ぜひね、プレイリストご覧になってください。本当に。で、じゃあね、なんでこんなことになるの？誰がこんなことしてるのって話になるんですが、これね、X でも、様々な方がね、指摘してくれてました。これなんですね。この手のバカなローカライズは、季節ネタだからあまり話題にならないけど、それでも普通に鬱陶しい。そしてこちらね、先ほどのクリスマスの件言ってるんですね。そして、ここに貼られている画像ですよ。これね、ここ見えますか？ハッピーホリデーズになってるんですね。つまり日本でね、ハッピーホリデーズという習慣はありませんから、ここはおそらくメリークリスマスと言っていて、これね、アニメじゃないんですよ。もうすでに、ウマ娘のグローバル版では、
ハッピーホリデーズに訳されているということですね。ということで現在のね、このローカライズ問題というのは、実はね、日本の国内に問題がある可能性が高いということですよね。サイゲームスもそうですし、日本の大手ゲームメーカーというのは、その社内にね、ローカライズチームというのを抱えておりますから、なんとなくね、このローカライズ問題と言いますと、日本のコンテンツを輸出した結果、ほんと海外の連中がね、好き勝手なことをしていると、このような印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、少なくともこのゲームに関しては、以前のね、セガが大炎上した件でもそうでしたけども、日本の社内にもうすでにね、こういったものが入ってきていると思っておいていいんじゃないかなと思いますね。つまり先ほどのね、アニメのハッピーホリデーズという翻訳は、このゲームに習ってる可能性が高いんじゃないかなと思います。で、おそらくこれを何も考えずに置き換えているんでしょうね。なので、画面にクリスマスパーティーと書かれている。実際のセリフでもメリークリスマスと言っている。けど、字幕はハッピーホリデーズになると。こういう馬鹿げた事態になるんじゃないかなと思います。で、現在ですね、日本がいかに危うい状態にあるのかというのは、皆さんこちら覚えてますか？これね、以前もお伝えしましたが、日本のね、犬になったら好きな人に拾われた。これアニメなんですが、ここでね、ひどいローカライズというのが行われるんですね。そしてこのね、ローカライザーというのが出てくるんですが、ここですね。カトリーナ・レオノダスキ。この方はですね、この界隈では非常に有名人ですよ。もうこのひどいローカライズというのをですね、もう徹底的に擁護するでおなじみ。そしてこの犬になったら好きな人に拾われたでは、実際ね、このローカライズというのを担当しまして、そのひどい仕事ぶりというのが批判されるんですが、これですね、別の翻訳者からですよ。同業者から。そこまでね、改変しなきゃいけないほどこの原作が気に入らないんだったら、他のプロジェクトをやればいいじゃないかと。つまりこれを担当する必要がないだろうと指摘されるんですね。それに対しまして、私の仕事には問題ないんですと。でもしこの翻訳が気に入らないんであれば、あなたはそもそもターゲットではないんですよ。このような開始をしたということで、これはこれで大変炎上したんですね。で、この方というのはですね、そもそも非常にレスバが好きな方でして、この他にもね、名前で調べれば様々なものが出てきますよ。そしてね、なんとですよ皆さん、このカトリーナさん、現在ですね、日本のゲームメーカーが招き入れまして雇っています。今この人日本にいるんですよ。そして日本のゲームメーカーでローカライズの仕事をしています。ここね、見てみますと、この方ね、元セガなんですね。ここにあります。2017年から2022年までと。そしてね、この上行きますと、これが最新情報ですね。2025年9月から、ここね、名前書いていません。ただね、メジャーな日本のゲームカンパニーと。だからこれ、会社側にね、どこで働いてるか言うなって言われてる可能性ありますよね。炎上するから。憶測ですけどね。日本のメジャーなゲームメーカーで、ローカライズのディレクターをやっていて、リンクドインでその社名を伏せていると。わかりますよ皆さん。今ね、日本ってこういう状態にあるんですよ。日本がこういうローカライザーを受け入れ、日本がこのようなローカライズをしていると。このように見ていいんじゃないかなと思います。そしてこの方ね、ネオグラさん、非常にね、いい指摘をしておりまして、ウマ娘の英語版がメリークリスマスを禁句扱いしてて、反発がそこそこ散見できる。いずれ、ハッピーホリデーズっていう方が、炎上リスクが高くなるって流れになるんだろうか。ということで、本当にこれだと思いますね。この流れというのはずっとあったでしょ。DI だってそうじゃないですか。最初はね、本当にお目覚め界隈で必須とされたものですよね。なんですが、現在は DI と掲げるだけで、それが炎上してしまうというね。だから言ったらね、ローカライズというのは、炎上対策でもあるんですよ。その国の国民、ユーザーにとって、感情を逆なでするような要素があったら、それを事前に取り除いておく。こういったものにはなるんですが、結局ね、こういうのをやりすぎた結果、きっとね、このハッピーホリデーズが炎上の原因になっていくんじゃないかと。これは鋭い指摘ですよね。そして今年に入りましてですね、このローカライズ問題にもう一つ燃料が投下されました。これもね、現在大変話題になっておりまして、こちらですね。これ皆さんご存知ですかね。ニーヤオートマタというゲーム。現在ね、これが本当に興味深い話となっておりまして、彼女は無礼だ、意地悪だ、キャラクターとして深みはない、あまり好きじゃない。こういったタイプのコメントはいつも西洋のオーディエンスから出てくる。なぜそうなるのか、これを見ればわかる。ということで、これね、何を言っているかと言いますと、こちらね、テロップ入ってるんですが、英語版のね、これ、吹き替えなんですね。そしてこちらがオリジナルの日本語版。この内容がですね、全く違うというんですよ。で、特に注目されているのが、このキャラクターですね。2B という非常に人気のあるキャラクターなんですが、このキャラクターのセリフが全く違うんだと。で、じゃあね、どのぐらい違うのかというのを、ここにね、その比較をした動画というのを貼ってくれてますんで、ちょっと見てみましょうか。Well, machines can't really make children. Neither can androids now that I think about it. 2B? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oh. それは、いや、機械生命体もアンドロイドも子供は作ることはできなくて。2B。そんな声で言われても私は助けられない。ね、
全然違うでしょ。英語版ではですね、この 2B が、非常にね、ツンケンとした攻撃的なキャラクターとして描かれているんですね。一方、オリジナルの日本語版では、非常にね、内向的なキャラクターとして、ツンツンはしながらも、少しね、どこか優しさを感じさせるような、そういったキャラクターになっているわけですよ。つまり、これね、ローカライズの時点で、性格が真逆になってるということですね。じゃあね、これなんでこんなことになるのか。これね、本当に今年に入って、これ古いゲームなんですが、突然話題になりましたんで、オートマトンからね、新たな記事というのが出てきました。ニーアオートマタの 2B、英語版と日本語版で、ちょっとキャラが違うとの意見が議論を呼ぶ。若干ツンツン英語版 2B と、ニーアオートマタの 2B、日本語版と英語版のセリフの違いが、今になってファンコミュニティで注目を浴びている。言語間でのセリフの違いによって、キャラクター像に若干の違いが生じているとの意見も見られる一方、複雑なセリフ回しのローカライズへの称賛も寄せられている。ということでですね、ここでね、なぜか、このオートマトンですね、先ほどね、こちら見出しにもありました。ちょっと、若干、そしてね、複雑なセリフ回しのローカライズへの称賛も寄せられているということで、様々なね、ネットの反応を紹介しつつも、これなぜかね、ダメージコントロールのような記事を書いてるんですね。で、ここでね、ローカライザーの言い分というのを載せてるんですが、なお本作の英語版ローカライズを担当したのは、株式会社8-4。本作以外にも、ニーヤシリーズの英語版ローカライズを全て担当しているほか、日本語から英語、英語から日本語の双方で多岐にわたる作品のローカライズを行っている国内企業だ。ね。皆さんそういうことですよ、これね。国内企業だと。さらに 2B に限らない方針として、声色について日本語と英語で違いを持たせることもあるそうだ。というのも、アベレル氏は、これのローカライザーの方ですね。例えば日本では高い声で囁くような話し方の女性キャラからは、若さや優しさ、無垢さといった内面的な性質を即座に認識できると説明。一方、英語圏ではそうした声は大抵、甲高い、あるいは弱々しいといった印象を与えてしまうと述べている。同様のケースでは、日本語版と全く同じ声を英語版で再現することはなく、文化に合わせたキャラクターの本質により、忠実になるような声にしているとのこと。という理由があって、日本語版と英語版の声が違うんだと、このような説明をしているんですね。そしてね、この下では、この翻訳をね、称賛している声もありますよ、という形で一つのポストがね、紹介されています。これちょっと後ほど見ますね。じゃあその結果 2B がね、海外でどのように受け取られているのか、こちらね、オートマトンこれポストしていますんで見ていきましょうよ。ここでも言ってますね。ちょっとキャラが違うとの意見が議論呼ぶと、若干ツンツン英語版 2B。修正パッチが必要なほど違いは大きいです。これはわずかな違いなんかじゃない。日本語版と英語版の 2B はまるで別人だ。日本語のボイスから英語ボイスに切り替えたら、彼女は乖離性同一障害なんじゃないかと思うレベルだ。180度の違いがわずかな違いなわけないだろう。ということでですね、オートマトンね、ちょっとしか違いはないですよ。で、このちょっとした違いというのは、ローカライザーがいろいろ考えてね、英語圏のユーザーに合わせた結果なんですよ。そしてこれね、称賛もされてるんですよ、なんて言ってますが、そうツッコミに合っているというような状態です。だから本来であれば、このローカライザーは、そのね、表現方法というのは違えど、この 2B が日本で受け取られているような印象になるように、英語圏の人たちにも捉えてもらわなきゃいけないわけでしょ。その手段が違うというだけで、結果は同じじゃなきゃいけないわけですよ、本来。なんだけど、その手段を変えた結果、2B がね、全然違うキャラクター、冷たいとか、キャラクターに厚みがないとか、こんなこと言われちゃってるんだから、もうね、これは失敗でしょ。彼らは彼女のパーソナリティを変えてしまったんです。正しい翻訳版をリリースしてください。変更は軽微なものではなく、大きすぎます。そもそもこのような変更は起こるべきではありませんでした。そしてね、こちらでこれが指摘されるんですね。これわかります？先ほどのね、オートマトンが一件だけね、称賛されているという証明として、このポストを紹介していたんですが、ローカライズ用語のツイートを引用してるけど、いいね4件だぞ。ということで、これね、頑張って探してきたんでしょうね、オートマトン。ここね、この英語版の 2B というのは、9S に対する愛情の問題があるからこそ成立しているんだと。このような話をしてね、比較的用語目の、これには理由があるんだというポストなんですが、なんとですね、ここね、見ていただくとわかりますが、いいねが4件しかついていないポストだったと。この方はね、何も悪くないんですが、なぜかね、このオートマトンは何でしょうか。プラチナゲームズとかスクエニに何か義理があるんですかね。これも日本人の方が書いているようですが、そうツッコミに合っているというような状況になっています。ということでですね、今回ね、このニーアオートマタ、非常に古いゲームなんですが、突然この議論というのが再燃いたしまして、先ほどもありましたが、ローカライザーがね、何かしらの思想を持っていたり、ある意味、ユーザーの理解度というのを侮ることにより、一つのキャラクターの性格がね、まるで違うものになってしまうと、これがよくわかる例になったんじゃないかなと思います。ぜひね、これにつきましては、皆さんもご意見を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。